じゃあ行きますか。おい。100% でできているマルジェラ機のエルメスのコートです。イタリア本国で作ったものをこっちへ持ってきて、ここの現場で組み立ててもらってます。おはようございます。おはようございます。はい、YouTube 記念すべき1本目ですけども、どうですか？なんかちょっとどうなるかわかんないですけど、とりあえずやってみようとかっていう感じで。1本目、中身見せろという話にはなるんですけど、住所非公開じゃないですか、ここ。そうだね。なんかあんま住所載せたくなくて。載せたくない。何なんですか？秘密の場所なんで。来る人も結構限ってるし、月に2回ぐらいしかもう開けてなくて、自分の秘密のギャラリーみたいな感じで、自分の好きなものとか好きな世界観を詰め込んだ場所なんで、あんましいろんな人に来てほしくはないけど、せっかくなんで今回ちょっとだけ見せようという。普段は見せてないですけどね。普段はね。でも YouTube で見せるって結構だ。いきなり。普段じゃないんで、ちょっとね、中一部だけでもいいんでね。一部だけ。はい。早速入り口がね、もうやばいことになってるんで。そうそう。ちょっとさっきも言ったけど、自分の好きなコレクションとか集めてるヴィンテージとかアートとか、そういうものを全部展示したり、全てじゃないけど詰まった場所なんで、なんか金庫っていうか重要なものを所蔵してる博物館みたいな感じのイメージなんで、それを具現化してるのでこういうデザインしてみました。金庫のね、回すやつね。銀行とかにある。絶対入れんでしょみたいな感じに。オートロックよりちょっと入りにくいですもん今。結構アナログだけど、こうどう鍵閉まってるか分かんないような感じ。確かにどう鍵閉まってるんですかこれ。ちょっと謎で、はい。ここはダメなやつ。そう。じゃあ入れさせてくださいよ。じゃあ行きます。はい、行きましょう。はい。じゃあ行きますか。おい。じゃあ、はい、どうぞ。これがほぼほぼ入れない。そうだね。限られた人だけしか今入れてない空間ですね。これが中です。暗いスペースです。そうですよね。暗いけどそんなにしんどくない。真ん中がもう全部ガラス張りで、空とつながってる空間で、外回りはもう全部壁にしたくて普通の窓をなくしてます。確かに窓がない。外から見たら、外ちょっと外観は公開今回はしないんだけど、遺跡みたいな感じ。なんかこう四角い何かわからんような物体がドンってあるようなイメージで、真ん中だけくり抜けてて、ロの字型。一応その辺はなんとなくイメージして、真ん中から光入れるっていうのは最初の構想であって、そういうような作りで、真ん中が樹齢80年から90年ぐらいの古木のオリーブを入れてます。なんでオリーブなんですか？別にオリーブにこだわったわけじゃないんですけど、形と幹の感じと1個の植物だけで見せたくて、それを存在感あるものを探してたタイミングで、たまたま見つけたもんなんだけど、日本全国結構いろんな山行ったり畑行ったりそういう林行ったりとかしていろんな植物を見た中で、オリーブはオリーブでも多分600本ぐらいは見た記憶があって、600本。その中で1本ビビってきたやつがこいつです。オリーブで600本だからその他もいっぱい見たってことですよね。だから全部入れたら多分1000本2000本ぐらいはここに何を植えようかって考えて日本中行ってで決めたやつ。それどれぐらいの期間かかるもんなんですか？ここの設計としては、自分が好きなものを、置こうっていう空間だったんで、自分の好きなように考えたから設計期間としてはそんなに長くないけど、作りながらこう細かいところのアイテムだったりその植物だったり、外も石結構いっぱいあるんですけど、なんか10トンぐらいの巨石とかも山行って探してきたし。10トンぐらいの巨石を山に探す人いるんですね。あんま聞いたことない。あんま聞いたことないです白レベルだったらあるけど、それぐらいのものをどんどんって置いて見せたいなと思ったから、ちょっとその辺は山に探しに行ったりとか。これに関してもいろんなところ探しに行って、幹肌がちょっとこう竜みたいなちょっと荒々しい感じでうねってて、自分も竜一なんでちょっとそこで引っ掛けてるんですけど、力強さと上昇してるようなイメージを真ん中一本据えて、その根元に富士山の溶岩石。富士山の溶岩石、どうやって持ってくるんですかそれ。
ちょっと秘密のルートでそれも結構いろんなところ探して、石も何にするかっていうところから探してたけど、たまたま、いろんなところ行ったタイミングで見つけたのがこう穴開いてる溶岩石で、これ富士山が江戸時代に噴火したやつが固まった溶岩石って言われてて、で富士山の溶岩はもうちょっと天然記念物だから今の時代は出せないんだけど、数十年前とかに出した人がいて、数百年かもしれないけど、そういう違う場所にあったものを縁あって譲ってもらって、穴が開いてるっていうのは、なかなか珍しくて、これはでかい木にこう溶岩が流れてった時に、普通のサイズの幹だったらすぐ溶けちゃうし燃えちゃうんだけど、かなりの多分ご神木サイズとかの巨木だったんじゃないかなっていうぐらいのものをこう取り巻いてて、それが朽ちる前に固まったからたまたま穴が開いてるっていう、ちょっと珍しい激レア激レアっすね、それは。激レアだし、なんか歴史的なものかなと思ったんで、そういうものを一石と一木で表現しています。なるほど。もうちょっと全然よく分かってないんですけどでもなんかそこもすごいですけど、いろいろすごそうなものはあるじゃないですか、何がすごいか分かんないんですけど、なんかそこもなんか多分こだわりがあるんですよね、自分なりには。多分パッと見あんまよく分からんやついっぱいあるけど、これとかは一番最初に目に入るものの一つで、ジャンプルーベっていう昔の工業デザイナー、建築家とか構造やって言われてる結構有名なデザイナーが1964年ぐらいにアフリカのカメルーンの小学校の外壁として設計して作ったものの一部を、縁あって手に入れることができて、アート的なところで評価されてたりはするんですけど、カメルーンが、カメルーンがっつうかねジャンプルーベは結構尊敬するデザイナーの一人で、それのデザイン的にもそうだし、機能的にも、アフリカなんで物資がないしお金もそんなないから、アルミの薄いパネルで作ってるんですけど、側は木を塗装したものなんですけど、なんでこれがアルミのパネルなのかって、安いものもあるし加工しやすいのもあるし、折り曲げることによってやっぱペラペラのものよりかは強度が増すんで、それを多分デザインと兼ねてるし、通気口みたいな感じで、ここ風通しがいいようにそれを穴開けてたり、軽量化もあるかなと思うし、日差しも強いからこれで反射させるっていう意味もあって、結構合理的に考えられてるもの、それが歴史的なもんだから手に入れたいなって思って、それを持ってたものをここの場所に据えました。なんかあれですね、無駄がないですね。無駄はないね建築家だからこそこういうものは持っときたいし、デザインの要素としても勉強になるし、でヴィンテージだからこういう朽ちた時にどういう味になるかっていうところもいいなって思ってこうしてます。建築士だから手に入れてた方がいいで手に入るもんじゃないんでしょうけど、そうねなかなか手に入るもんじゃないから、一部の有名なコレクターの方とかは持って見えるけど、一般に出回るものではないんで。ですよね。分かんないですよね、そもそも。そうだ、聞かないと安っぽく見えるしねアルミですからね。アルミで言うてもなんか本棚かなみたいに思われてるけど、どうやって本を置くだろうって結構多分考えてる人いっぱいいると思うけど逆っすもんね。逆ただ外壁みたいな感じで、それはそういうようなものですね。でその前にあるのがアルパカ 100% でできてる。アルパカカシミヤではなくかわいいアルパカ、アルパカ100% でできてるマルジェラ機のエルメスのコートです。マルジェラ機のエルメス、2000年ぐらいタグでわかるんですけど、それがコートで、基本エルメスって女性ものしかないそのイメージからほぼなんか男性とか特に僕が着れるサイズなんてなかなかないんですけど、たまたまサイズがちょうど着れるサイズを手に入れるタイミングがあって、だから国内で多分1着か2着しかないって言われてるぐらいのサイズで、うちローブシティっていう名前だし、ローブって羽織物のことを指して言ってるけど、これローブじゃないですか、建築って人を一番外側で包んでるものだと僕は定義してて、それって服もそうだし、建築もそうだし、拡大解釈すると全部同じ系譜かなって自分の中で思ってて、着た時にそれぞれ着心地がいいか悪いかってあると思うけど、建築も着心地がいい建築ってなんか理想だなと思ったからローブっていう名前をつけて、これが象徴的なうちの
アイコンになったらいいなと思ったんで、これをここに飾ってます。今のところ世界で何個しかないシリーズが続いてて、かつアイコンとなるローブ非公開で見れないっていう、基本的にでこれはアイコンなんで分かりやすくここに置きたいなと思って。でこっちにある木のなんかよくわからないやつ、木のよくわからないやつ、これはアフリカのトゥアレグ族っていう部族がいるんですけど、はい、遊牧民で旅しながら、生活してる部族がいて、これは遊牧民の、テントを張るときにテントを支えるもので、こういうので足を刺して、で、テントを止めるようなものの一部です。でそれが普通の杭だと、多分味気ないから、こういう装飾したりしてて、いろんな形があるけど、これも一点一点一個しかないし、その人が好きで作ってるもんだから形がまちまちなんだけど、美しいなと思って、剣みたいに見えるし確かに。でこの装飾が細かいんですよ。ほんまや。すごい土偶みたいな、なんかそうなんか意味があって全部線彫ったりとかしてるけど、こういうものがただ単純に杭だけじゃなくて美術的な要素もあって、美しさの指標って結構世界に一個の指標じゃないから、そういうのをいろんなところの視点で見れると、より自分のデザイン能力とかも上がるかなと思ったんで、そういうのもあって集めてるものがいっぱいあるかなって感じですね。なるほど。ちょっとじゃあ奥の方にも行っていいですか？行きます？行きましょう。この辺は、いわゆるよくある、ジャンヌレのチェアです。よくあるのか、それただ普通のジャンヌレの椅子は、オーク材とかチーク材が多いですけど、これはローズウッドでできてて、ちょっと色が濃いんですよ。でなかなかこういうちょっと濃いめの色の木で作ってる椅子って少ないんで、そういうところもあって、自分が設計してる空間にはこういうちょっと濃い色の方がメゾンローブに関しては合うかなと思ったからチョイスしてます。全体的に黒というか落ち着いた色基調ですもんね。そう。普段は住宅とか別荘とかお客様とかクライアントの家作る時って、家なんで結構明るめのオーダー、明るい空間でしたいです、広めに見えるようにしたいですっていうオーダーが多い反動もあるし作りたいもの作らせろと。そう自分はちょっと暗くてニッチでちょっと毒気のあるものが好きだったりするんで、そのお客様の家とはちょっと真逆なものを作ってみたいなっていうのもあったし、自分の資本で作る場所だから自分の好きなような空間作ろうと思って、真逆の窓も少なくて明かりもちょっと、夜だったら結構暗めになるんですけど、今昼ですからね、雰囲気作ってるんで、そういう空間にはこれがいいかなってなるほど。でテーブルの上にあるのは、これはアメリカのインディアンとか部族のナハボカチナって言われる精霊を模した人形っていうかオブジェクトですね。太陽を表現しているものと高いところにあるものがわりかし位が高いっていう考え方で、太陽が一番高いから太陽が高くて、その次イーグルワシが2番目って言われてるもので、普通はこれ木でできてるものが多いんですけど、シルバーでできててちょっと珍しいんで、たまたまこれも見つけてここに迎えたいなと思って、こいつついてるしかっこいいしっていうところで。たまたまに見つかるんですか？結構たまたまっすね、全部。狙って探してるやつもあったけど、わりかしご縁で知り合ったりとか手にしたりとか話が来たり、たまたま行ったところで見つけたりで、その辺バックボーン聞いてたりとか、知ってるものとかが合致するといいなって思うことも多いんで、そういう感じの流れが多いですね。とはいえ後ろのはたまたまじゃないでしょ絶対とはいえ、目立つよね。目立ちますね。これも言ったらたまたまフラッと行ったアートのフェアで百何十点ある空間があったんですけど、銀座のアートフェアがあって、それをたまたま、フラッと行って、そのフェアがあると思って行ってなくて、たまたまそこの会場に行ったらなんかやってると思って、100作品ぐらい集まってる中で、ふらーっと歩き出して一番最初に目に留まったから、目に留まった瞬間これ欲しいって思った作品で、何かを分かってない状態でこれめっちゃいいなみたいな
感じになった作品です。もう完全にインスピレーションで、もう一番目引いたし、なんかこの雰囲気が何なんだろうみたいな。だし、これがメゾンに入ったら結構いいなと思ったから、もうこれは一目惚れみたいな感じです。目を引く引かないってあると思うんですけど、なんかその目を引く目を引かないの差って何なんですか？差ってね、一概に多分全部アイテムの経路が違うから、確かになんだろうって言語化するのむずいですけど、考えたら多分その時間的な指標でできてるものとか古いものとか時代を超えてきたものとか、そういうストーリーがあるものが自分は多分好きで、さっきのやつそうですもんね。そうで、なんかパッと見で出てる、絵でも結構いろんな絵あるじゃないですか、簡単に描けそうな絵もあるし、真似できないんだけどできそうな絵ってあると思うんですけど、これは、どういう作品かというと、豚の皮がここにあるんです。豚の皮に金箔を貼ってるんです。金箔を豚の皮に貼る技術は結構難しくて、このアーティストさんも試行錯誤してやっと貼れたっていうぐらいの作品の、1号目で、それに、墨とか黒い絵の具で、点々でこれ全部描いてるんですよ。細かいんですけど全部点でバーって描いてて、でこれは何なのって、後ほど聞いたら、雲なり鳥なり抽象的なものではあるけど動きがあって、なんですかね、思いが詰まってるんですけど、そもそも豚の皮を使っているのって、豚はやけどとか怪我した時に皮膚の代わりに医療でも使われてるけど、元となる豚は死んでるわけで、生と死が隣り合わせだけど、そういう切ない感じ、切な的なものだったりとか、生と死っていうなんか光と影だったりとか、そのタイミング、アーティストさんの生い立ちもあるんですけど、大怪我を負って好きな絵も描けなくなったタイミングだったり、大好きなおばあちゃんが亡くなったタイミングだったりっていうのが重なって、儚い生と死みたいなところを表現してるっていうふうに伺いしたんで、それも一目惚れした後に聞いたからより自分の中で納得したっていうか、すごいなと思ったんで迎え入れさせていただいたって形ですね。ストーリーですね。ストーリーですね。ちょっともう切りないから次行きましょう。ちょっと次キッチン。一応ここのコンセプトが人を呼んで食事もできて和んでお話できるスペースっていうギャラリー兼アジト兼ゲストルームみたいな、ちょっといろんな渋滞してるけどそうやね、自分たちの全てを味わってもらうような空間として構えてるんで、ちゃんとしたキッチンも入れてます。後ろにね、ワインのワインとか、オーブンとか食洗機とか。キッチンは、イタリアのキッチン。基本的に僕がデザインさせていただいて、素材とかカラーとかサイズ感とかバランスは全部やってるけど、イタリア本国で作ったものをこっちへ持ってきて、ここの現場で組み立ててもらってます。なかなか珍しいやつ。珍しいところの騒ぎではないですよね。なかなかないですからね。こういうの置いてあるんで、こういうの置いてあったりとか。これはこの間、そうですね。メゾンナイトっていう月1ゲストを呼んで、プロフェッショナルを呼んで対談させてもらってるイベントを毎月やってるんですけど、前回が華道家の美瑛さん来ていただいたんで、僕が器を選んで、これ備前焼きなんですけど、岡山のレインボー柄してる珍しいやつで三角形の形してるんですけど、それに合うものプラスこういうメゾンローブの空間に合うものを生けてもらったっていう作品です。そんなんがキッチンにあるって月1、いろんな人が来てて、前回はこっちかな、壁にかかってる絵でアーティストの現代アーティストの奥田裕太君、先月のゲストに来てくれて、いろいろそれも対談させてもらって、絵に関してとか絵の作り方とか、どういう考えとかコンセプトでこういうものを作ってきたかとか、そういうのを毎月いろんなゲストと対話してます。芸術家が集まる場所なんですね。芸術家だけじゃないけどね、カメラマンもそうだし、マーケティング詳しいプロとかインテリアコーディネーターとかインフルエンサー
僕が過去に携させていただいたお客さんで、フォロワーが結構いる方とかも、どういうふうに SNS 発信してるかとか、その辺も含めてお話ししたこともあるし、12月は、ちょっと毛色を変えてクロコダイルの皮を準備します。10何頭準備するつもりで、それで一個一個違うんで色がとか柄が違うから、それを元に自分のオリジナルの財布とかカードケースを作ってもらおうかなっていうイベントを12月13日に催ししてるので、それもまた動画かなんかで上がると思います。なんかでね、インスタでは告知してます。ちょっと後ろのこの絵やらレコードやら、僕が知ってるのは後ろのこの匂いのやつだけなんで、匂いのやつこの空間に来て唯一知ってるもんがなんででもでかいサイズはなかなかないから、確かに、ちょっと大きいサイズ用意してますけど、その隣のやつは、アメリカの蓄音機ですね。100年前のやつなんだけど、これをちょっとこう上の部分だけ利用して下に箱を作って、例えばすげえ全然音が変わるんで、すごいっすねこれ。こういうのもいいかなって思って使えるんですね今もちゃんと。ここは当時もんだけど使えます。そうこういうものだったりとか、こっちのレコーダーは、ブラウン、有名なブラウンの、1960年代かな、ディーター・ラムスっていうデザイナーがデザインしたレコードです。これは結構貴重なもので、なかなか弾数がないやつ。この辺、レコードを置いて音楽聴くっていう。おしゃれなおしゃれなでこれはなんかこうアップルのデザインの元となってる、ディーター・ラムスがデザインしたものってアップルのデザインの元とか、シンプルさとか、こういう形状とかの元になってるって言われてるものなんで、やっぱデザインが詰まってますよね。でこっちですね。一番の謎なものしか基本ないけど、これは、僕が大学生の時の卒業制作の時の作品の一部ですね。で何を書いてるかっていうと、もともと岐阜県岐阜市生まれで、高校とかも岐阜市の高校通ってて、毎朝長良川っていう一級河川を橋渡って高校まで通ってたんですけど、川を渡る時に橋あるんですけど、そこの中雪橋っていう橋が結構、その当時も老朽化してて、建て替えなるみたいな話が出てた時に、橋のデザインをしてみようかなって着想して、橋のデザインから派生してるものなんですけど、川の流域から橋がかかったその両端から、出店とか出て、そこに人が集まって、そこに商売が成り立って、商売が成り立つとか人が来るってことは、そこに今日構えたりとか移住していきたいっていう風で、人が集まったり生活していく場があって、川とか橋を中心に町みたいなものが形成されていくんですけど、それは文明的なところもそうで、エジプト文明もメソポタミア文明も全部こう川の流域から文明栄えてるのの、コンパクト版の話をしてるんですけど、川があって橋があって、でその発展系が町になるというふうに仮定した時に、橋から始まる町づくりの、未来的な考えで書いた作品の一部です。SF っぽいですもんね。SF っぽい。なんかそれは自分がそういうものが好きで、アキラとか広角機動隊とかガンダムとか SF とか、映画で言うとブレードランナーとかマトリックスとか、そういう SF とか近未来
だったりっていうのがその当時好きだったんで、そういう要素が入ってるんですけど、街ってなんかこう不確定要素で作られていくもの、全部の街の今形状が計画的に全部もともと図面があってできたかっていうと、一個の建物ごとはあるけど街全体の計画ってなかなか決まってるものじゃないと思ったんで、橋は決まってたとして、この辺が橋として、橋っぽくない橋だけど、こっからこう全部こう白紙の紙にアドリブで書き出したらどういう街ができるんだろうっていうちょっと一種の実験も兼ねて、もう下書きをしたわけじゃなくて、その書きながら考えていくみたいな。そうすると自分の脳内でその街づくりを再現できるんじゃないかって思ったから、そういう実験を卒業制作の時にやったものです。だからその時の好きなものとかが盛り込まれてたり、電力とかいるから、この辺なんかちょっと乾電池モチーフだったりとか、あと、この辺ガンダムでいうコロニーがあったりとか、ハンターハンターとか幽白書とか、ちょっとそういう要素があったりとかでマトリックスとかブレードランナーみたいなサイバーパンクな感じとか、いろんな要素が組みあって一個のちょっと作品っぽくなってるんですけど、その当時から街作りしたいなと思ってて、今のローブシティもう最終目標に掲げてる一個は街づくりするっていうことで、その目標の第一歩の20何年前の作品です。これから街づくりを将来的にやっていくっていう、そこの拠点が今のこのメゾンローブシティであると。そうですね。いうことですね。はい。一部ですけど。一部ですけど。結構ね、まだ半分以上あるから地味に。そうだね。全部を公開しちゃうと、来る楽しみも減るし、来た人と対話するっていうことで、いろんなものがまだ全然いっぱいあるんで、その時にいろんな方とお話ししたりしてるから、ぜひ来てください。はい。メゾンナイトに来なさいと。そうですね。楽しんで。確かに楽しいですね、はい。結構ワイワイやれてるし、対談して後半はみんなで食事会しながら、雑談しながら懇親会して関係深めて、新しいつながりできてっていう風でまたいい循環が生まれるかなと思って、そういうことをやってます。やってるんでまた来てくださいというところと、ここからですね YouTube もやっていくんで、やっていきますんで、はい、続きますか。頑張ります。これから YouTube 頑張って動画アップしていきますんで、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと今日は一部だけですが見せていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあまた次回、はい、お願いします。